こんにちは、メイです。今回はつもり4年間続けるとどれだけ変わるのかスペシャルです。スランプ中なので過去を振り返りながら自信を取り戻そうという自分のための企画でもあります。初期の頃はなかなか上手にできなかったので、どうやって変わっていったのかもお伝えできたらいいなと思います。それではオランジェ島が初めて完成した時の島の様子を見ていきましょう。Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. 4年前に初めて完成した島はいかがだったでしょうか。今の私からすると直したい部分がいっぱいですが、当時の私の最高傑作でした。おしゃれな人の島を見て自分の島と比べて落ち込んだり、どうやったらおしゃれになるのか全く分かりませんでしたし、しかも盆栽なのでおしゃれな人の島や部屋を研究してどんどん変わっていきました。今では少しずつおしゃれになってきたと思うので、細かくどう変わったのかを見ていきます。オランジェ島が初めて完成した時に嬉しすぎて勢いで作ったパンフレットです。島全体はこんな感じで直線多めです。効率よくレシピ回収や果物採取したい主の気持ちが出ています。こちらはつもり3年目に完成させたオランジェ島。3回目の島完成で直線より曲線が多くなってきました。最近作り終えたシトロン島です。さらに曲線が多くなり川の面積も増えました。住民宅の位置も島全体に点在しています。並べてみると小さな崖が減り大きな壁になり、細かい水路が消え大きな湖になっています。かなり変わりましたね。4年前の博物館前です。野外ライブができる場所を作っています。博物館が隠されました。博物館の色合いが難しすぎて、それなら隠せばいいねっていうことで隠してしまっています。4年目はもはや博物館にすらしていません。テント生活を強いています。4年続けると博物館はテントになりました。4年前のキャンプサイト、当時の私の力作でした。3年目は星を眺めるキャンプサイトへ。4年目はよりリアル路線へ。キャンプサイトの面積も増え、キャンプしに来た感も前面に出しました。4年でキャンプサイトには木が増え、リアルさが増してきました。キャンプサイトを作るときにキャンプガチ勢のインスタグラムを夜な夜な徘徊していたのを思い出します。島の入り口すぐにあるエイブルシスターズ。ぴょん太郎が店番をしていて少し不気味ですね。エイブルシスターズに庭をつけました。ぴょん太郎の代わりに犬が登場。4年目は超シンプルに。住民宅もアイスクリーム屋として2つのお店が並ぶようにしました。屋台も別の家具に変えたり、お店の外に品物を置かなくなったりしました。だんだんとシンプルになってきています。案内所裏です。住民の憩いの場にしていますが、なかなか雨が心配なレイアウトです。案内所裏は大きな湖になり、もう雨の心配はいりません。4年目を道にして住宅街に続いています。悲しいことに憩いの場は消え去りました。同じ案内所裏でも考え方を変えて、ただの通り道プラスアルファにする方が私には合っていたようです。4年前の花畑のレイアウトです。まっすぐでちょっと都会にあるイメージをして作っていたのかなと思います。2年目は花畑を作っておらず、最近はラベンダー畑を作りました。花の色が一色になってまとまりが出たように思います。小さな花畑から大きな花畑になって、花畑に関係がないものも減りました。4年前は積まれた本にはまっていたんですよね。住民宅の庭です。
屋外レストランにしていて、家の中が中華料理店であってほしいけど、まだリフォームできない時代だったんですよね。住民宅がリフォームできるようになり、屋外にお店を作る必要性が低くなりました。なので屋外には屋外のものを置いています。ドーナツ屋さんですが、ドーナツ屋に見えない仕様に。リフォームでドーナツ屋にしたので屋外に作らなくなりました。かろうじて椅子がある程度ですね。どうしても表現したい店内が表現できずに屋外に作っていましたが、リフォームという紙機能のおかげでシンプルに仕上げられるように、アップデの仕様と変化とともにレイアウトも変わっていったかなと思います。キャンプサイトの入り口です。当時の私の中ではかなり頑張った入り口です。3年目のランジ島のキャンプサイトの入り口です。キャンプサイトの前に4キャンプサイトを作り、本家を食い潰す作戦に出ています。ちょっと意味がわかんないですね。最新のキャンプサイトの入り口はたぬき商店に管理されています。お店の他にキャンプサイトを管理しておけばリスクの分散ができるかもしれないですね。実はキャンプサイトの入り口は案内所の近くからも見えるようになっており、お客さんを絶対に逃さないたぬきたちの姿勢が伺えます。崖が手前にあって道が見えづらかったのですが、崖の代わりに木を植えることでキャンプっぽさを出しつつ道がちゃんと見えるようにしています。自宅中央の部屋です。ホテルのフロントを意識して作っています。この頃からインテリアは大好きですね。3年目に作ったホテルのフロント、ナチュラルシンプルがマイブームだったので、無印用品などを意識して作ったりしていました。最新版の自宅中央の部屋です。最近のマイブームの和モダンがテーマです。4年目ともなると、あつ森のインテリアにかなり詳しくなってきて、作りたいものが作れるようになってきました。インテリアは決められた大きさのみなので、島クリエイトより学べば学ぶほど伸びる分野だと思っています。島クリエイトはより奥が深いですね。花火が見える部屋が欲しいけど、まだアクセントボールができなかった時代の産物です。カピバラが発売されて、表現したいことがかなりできるようになってきました。ようやく屋根もついて安心して花火が見られますね。蓄光ウォールステッカーが登場したおかげでもあります。新しい機能や家具が来てどんどんできることが広がって楽しかったことを思い出してきました。4年前に私が作ったものと最近作ったものの比較動画はいかがだったでしょうか。この4年間でおしゃれにするために気がついたことなど学んだことなどを詳しく解説した動画をプレイリストにまとめてあるので、気になる方はぜひ概要欄からご覧ください。4年間で少しでも変わったなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。 SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
through the highways till my shadow turns to sun rays. And